やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード15を撮っていきたいと思います。今日の日付は6月13日です。6月13日の金曜日にこのポッドキャストを撮っています。皆さん今週1週間どうでしたか？はい、私はちょっといつもと違って今日はすごく天気がいいので外で動画を撮ってみようかなと思って外に来ています。で、目の前に公園があって小さな子供たちが楽しそうに遊んでるのと、小鳥のさえずりっていうんですけど、鳥がチュン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 っていうのをさえずりって言うんですね。で、小鳥のさえずりとかも聞こえて、もしかしたらちょっとうるさいかもしれないんですけど、今回だけご了承ください。はい、すっごく綺麗じゃないですか。緑がいっぱいで天気もいいし、すっごい青空だし、今日はお外に来てみました。たまにはいいかなと思って、みんなもこの景色を楽しみながら、小鳥のさえずりも楽しみながら今回のポッドキャストを聞いてくれると嬉しいです。今回も本題に入る前に、前回のポッドキャストでいただいたコメントに返事をしていきたいと思います。前回いただいたコメントをね、紹介しますね。ちょっと待ってちょうどチャイムが鳴ってますね今3時半だからかな。 OK。 じゃあこんなコメントをいただきました。どのくらい仲良くなると日本人はお互いを呼び捨てで呼ぶようになるんですか？このテーマに興味があります。僕にはリアルの日本人の友達がいないので、ドラマやアニメでの日常会話を見ていつも気になっています。はい、こんなコメントをいただきました。すごい面白いコメントだなと思ってこれをチョイスしたんですけど、考えてみたんですけど、私は大人になってから出会う友達、大学生以降になって出会った友達はほとんどみんな呼び捨てで呼んでいます。でこれってなんかどのくらい仲良くなるとっていうよりかは、本当大人になってから出会った友達はみんな仲がめっちゃ良くても仲がそんなにめっちゃ良くなくても大体は呼び捨てで呼んでるかもしれません。同い年とか年下の子だったらもうほとんど呼び捨てで呼んでいます。そうだな。でも小学生の時とか中学生の時に出会った友達はめっちゃめちゃ仲が良くても、実はちゃん付けとかさん付けで呼んでる友達もいます。これってなんでかっていうと、私たち小学生の時に小学校の先生から友達のことをさん付けで呼びなさいってすごい言われてたんですね。呼ばないといけなかったの、さん付けで呼び捨てとかちゃん付けで呼んだらいけないっていうルールが学校の中であって、そうなので本当にめちゃめちゃ仲いい友達でもちゃんとか呼び捨てで呼べなかったんですよ。〇〇さんって呼ばないといけなかった。そうだから今大人になってからもなんかその小学生の時の名残っていうか、それがねもうずっと習慣になってるから、さん付けで呼ぶのが。なので今もまだ何々さんって呼んじゃいます。めっちゃ仲いい友達も。そうまあそれはそれでいいかなと思って私はずっとさん付けで呼んでます。はいでも大人になってから出会う、大人になってっていうのは大学生以降を意味してるんですけど、大学生以降に出会った友達は基本的には呼び捨てで呼んでますね。同い年でもあんまりちょっと仲良くないかなっていう子には確かに〇〇ちゃんって呼んじゃうかも。あんまりめちゃめちゃ仲良くないのに呼び捨てで呼ぶのはちょっとやっぱりためらいますね。抵抗があるので。でも基本的にもう同い年だったらもう呼び捨てで呼ぼうみたいな感じで最初から話して呼び捨てになるかなと思います。はい、ちょっと答えになってたかな。うまくお返事ができてなかったらごめんなさい。こんな感じで私は使い分けてます。今のは女の子に対しての話で、男の子だったらもう基本的に全員呼び捨てするかも。同い年とか年下は特に。同い年は絶対〇〇くんじゃなくて呼び捨てかな、大体基本的にそう面白いトピックですね。質問してくれて本当にありがとうございます。はい、じゃあ今日のポッドキャストではお話ししたいテーマがあって、
それは何かっていうと、今日はちょっとオノマトペについて話していこうかなと思っています。で、なんでこのテーマを選んだかというと、私の生徒さんがリクエストしてくれたんですけど、私よくね、普通に普段話す時めっちゃオノマトペ使っちゃうんですよね。で、オノマトペってみんながもしオノマトペを使うようになるとすごく日本人らしさが出ると思うし、よりネイティブっぽい話し方になると思うんですよ。はい、なので今日はちょっと私が普段よく使うオノマトペピックアップしてきたので、それをみんなに紹介できたらいいなと思っています。はい、最後まで今日も楽しんで見ていってください。はい、でまずオノマトペについて紹介したいんですけど、オノマトペってみんな分かりますかね？オノマトペっていうのは日本語特有の気持ちとか感情を音で表した言葉のことをオノマトペっていう風に言うんですね。はい、例えば私の YouTube の名前のペコペコっていうのもオノマトペですね。お腹が空いたっていう気持ちを音で表すとペコペコっていう音になるんですね。で、ペコペコっていうとお腹が空いたっていう意味になるんですけど、そんな感じのオノマトペを今日は何個か紹介していきたいと思います。はい、1つ目はワクワクっていうオノマトペは、結構有名というかよく使われるのでみんな知ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、excited っていう楽しみとか期待で胸がいっぱいになって興奮することをワクワクするっていう風に言います。例えば明日からの旅行が楽しみでワクワクしていますとか、今日の夜ご飯はカレーライスと聞いてめっちゃワクワクしてますとかね、そんな感じで興奮してる、わーって嬉しい時に使えるオノマトペです。はい、これはめっちゃ使います。じゃあ次2つ目に紹介したいオノマトペはドキドキです。ドキドキも結構アニメとか見てたらよく出てくるんじゃないかなって思うんですけど、緊張とかで心臓がドキドキってたくさん大きい音を立てて高鳴ってる様子を表すオノマトペですね。初めてのプレゼンテーションで胸がドキドキしました、はい、緊張しましたっていう意味ですとか、彼氏との初デートでめちゃめちゃドキドキするとか、はい、そんな感じね。もうここの心臓がすごく大きな音を立てて動いてる様子を表すオノマトペです。ドキドキする。はい、3つ目はイライラ。イライラもよく聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、怒ってる時に使うオノマトペです。これはモヤモヤっていうオノマトペを私が使った時に紹介したと思うんですけど、本当に怒ってる時とかなんかストレスがあって落ち着かない時に使えます。例えば今日は渋滞でめちゃめちゃイライラしましたとか、弟と喧嘩してマジでイライラするとかそういう感じかな。怒ってる時に使えるオノマトペです。はい、次ニコニコ。ニコニコもよく使うんですけど、ニコニコっていうのは笑ってる時に使うオノマトペです。はい、なので例えばよく言われるんですけど、先生はいつもニコニコしています。はい、先生はいつもニコニコしていますっていうのは本当に先生はよく笑っていますっていう意味です。はい、笑う時のオノマトペはニコニコとなります。なので日本ではなんて言うんだろう、スマイルの絵文字ここに貼っとくんですけど、この絵文字のこととかをニコちゃんマークって言います。ニコちゃんっていうのはニコってしてるから笑ってるからニコちゃんマークっていう風に呼びます。はい、じゃあ次ペラペラはみんな多分知ってると思う。ペラペラっていうのはよく外国語とかがすごく上手に話せることをペラペラという風に言います。流暢に話せることですね。はい、例えば彼女は英語がペラペラですとか、日本語がとってもペラペラです、こんな感じで使いますね。そうやってペラペラって言うってことはめちゃめちゃもうスムーズにナチュラルに話せるっていう意味です。次からはちょっと若者言葉を混ぜて紹介したいと思うんですけど、若者がよく使うオノマトペイケイケです。イケイケ。はい、
みんなイケイケって意味わかりますかね？イケイケっていうのはすごく勢いがあって前向きな感じ、ちょっと強気な感じに使います。はい、例えばあの子最近めっちゃイケてるみたいな、イケイケとかイケてるって使うんだけど、あの子最近めちゃめちゃイケてます意味は本当に最近もうすごいノリに乗ってるみたいな、輝いてるみたいな感じかな。もう前向き、うわイケイケっていう感じですこの服はちょっとイケイケすぎて私には合わないかもとかかな。あとはこの音楽はめっちゃイケイケなので気分が上がって好きですとか、そういう感じで使います。基本的にイケイケっていうのはその誰かの性格だったり雰囲気、その服装とか曲とか雰囲気をポジティブに表すオノマトペなんですけど、たまに文脈によっては派手すぎる、そんな意味で使う時もあります。はい、次、決まってるっていう単語は服装とか髪型とかメイクとか雰囲気がすごく完璧っていう時に今日決まってるねみたいな感じで使います。はい、今日のあなたの髪型マジ決まってるねとか、今日の服装マジ決まってんなみたいな感じで、はい、使いますね。決まってるって言います。キメキメとかかな、オノマトペみたいな風に表すとしたらキメキメって言います。OK。じゃあ次、ギラギラっていうのはすごく派手で目立ってる時に使うオノマトペです。とかちょっとキラキラと同じだけどキラキラよりもより強い感じかな。ちょっとポジティブよりかはネガティブな意味で使うかなと思います。キラキラはすごいポジティブな意味なんですけど、ギラギラしてるっていうとちょっとトゥーマッチな感じがします。例えばこのサングラスちょっとギラギラしてないみたいな、ギラギラすぎんみたいな感じで使うかな。すっごいギラギラピッカピカに光ってたら、そう、キラキラしてるねだったらすごいピカピカ輝いてて綺麗だねっていう意味なんだけど、ちょっとギラギラしてるねみたいな感じで言われるとそれって褒めてないよねって思うかも。なのであんまりポジティブな意味ではないかなと思います。はい、ギラギラです。またチャイム次、バチバチは聞いたことがありますか？バチバチも結構さっき言った決まってる、キメキメと大体似てるんですけど、意味は本当にもう完璧に決まっててかっこいい時に使う言葉です。友達の結婚式に行く時とかにメイクとか一生懸命するじゃないですか。でそういう時とかに今日はマジでメイクバチバチにしてきたみたいな、もうバッチバチに決めてきた、そんな感じで使います。バッチバチって言うともう本当にもう完璧にすっごい綺麗に仕上げてきた、やる気が入ってる時とかにバチバチを使いますはい、次、バリバリっていうのは例えば彼女は仕事をバリバリこなしますとか、バリバリ働いててめっちゃかっこいい、そんな感じで使うんですけど、仕事とか勉強とかそういう活動を勢いよくこなしてることっていう意味です。よくでも仕事に対して使うかな。勢いよくこなすって言っても例えばバリバリ食べるとかは言わないしバリバリ見ているとかも言わないですね。特に仕事ですね。バリバリ働いてるっていう風に使います。はい、もうめちゃめちゃ仕事してる、仕事ができる人に対して使うオノマトペです。はい、こんな感じかな。今日はちょっと何個紹介したんだろう、全部で10個くらい紹介できたかなと思いますが、最後の方に紹介した言葉は全て若者言葉というか若者が主に使うオノマトペになっています。で最初の方に紹介したのは年齢問わず誰でも多分大体通じるオノマトペだと思います。はい、なので今日紹介したオノマトペもぜひぜひ
みんなも参考にして会話の中に取り入れてみてください。一気にね、日本人らしいネイティブっぽい日本語になると思います。はい、私もちなみに普段日常会話の中でめっちゃオノマトペ使っちゃうんですよね。はい、でなんか生徒さんと会話のレッスンとかをしてると、私がめっちゃすぐにオノマトペ使っちゃうから、みんなが何々ってそれは何ていう意味ってなっちゃうことが多分たくさんあると思うんですけど、はいそんな感じで日本人はよくオノマトペを使うので、みんなも今回の動画ぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わろうかなと思います。今日の動画はどうでしたか？オノマトペぜひ皆さん覚えて使ってみてください。はい、じゃあ今日も最後まで見てくれた皆さん、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメント待ってます。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。